不動産屋さんの会談です。不動産取引の契約には司法書士の先生に物件の所有権移転登記をしていただくのですが、今回はうちの会社でよく登記をお願いする司法書士の先生のお話です。ある日、その司法書士の先生、仮に村田先生としておきますが、村田先生から社長に奇妙な相談事がありました。村田先生は最近おかしな現象に悩まされているというのです。最初にその現象が起きたのは、一人で自宅で本を読んでいる時でした。視界の端にちらっと誰かが通り過ぎるのが見えたそうです。家族かと思って顔を上げると、そこには誰もいませんでした。あれ、気のせいかとその時は思ったのですが、また別の日でした。トイレに入っている時、扉を10センチほど開いたままにしていると、その隙間をスッと人影が通っていくのが見えました。その日は家には誰もいないはずで、奥さんが帰ってきたのかと声をかけると、やはり誰もいなかったそうです。ところが自宅だけにとどまらず、事務所の自分の部屋でも起きるようになりました。それは村田先生が必ず一人で何かに集中している時に、隙をつくように人の影が視界の端を横切ったそうです。その時はさすがに仕事中だったので、気のせいの域を超え、これはまずいと思ったそうです。村田先生は仕事はとても順調で、またもうすぐ2人目のお子さんが生まれるので、すごく楽しみにしていたそうで、これといって疲労もストレスも抱えている時ではなかったのです。思い当たる節が全くなく、奥さんも心配し、誰か霊能者の方に相談してみてはと勧めたそうです。村田先生は実家がお寺でしたが、もともと心霊などというものには全く興味がありませんでした。霊を信じていないわけではないのですが、そういった目に見えないことに振り回されることを嫌い、あえて避けていたのです。たださすがに今回はこの現象を放置できず、これらが一体何なのか、どうして自分の周りに急に起きたのか、それを解明したいと思ったそうです。何よりもその得体の知れない人影のせいで、村田先生は夜中にトイレに行くのも怖かったのです。村田先生はプロの霊能者などを知るわけもなく、そこまで大げさにせずに、まずは普通の人で霊能力がある人はいないか探してみたそうです。そんな時、うちの社長が会社の他県市の友人に大変霊能力が強い男性がいると話していたことを思い出し、相談に来たということでした。つまり他県市とは私のことで、その友人とは島田秀平さんのお階段巡りにも出演した M さんのことでした。うちの社長は調子のいいおじさんですから安請け合いしてしまい、後日私に村田先生を M さんに引き合わせてほしいと頼んできました。そこで土曜日の夜8時に私の自宅で、私、社長、M さん、村田先生の4人が集まることになりました。挨拶を交わすと、早速村田先生からざっと不可解な現象についての説明が始まりました。M さんはそれを静かに聞いていましたが、すでに霊視が始まっているのが私には分かりました。そしてそれがなかなか難しいのも彼の感じで分かってしまいました。霊視は受ける側が無意識に見られることをブロックしていることがあり、村田先生はどこか潜在的に自分を見られたくないという気持ちがあったのだと思います。そんな話の中、村田先生は付け加えるように、自分の仕事場は飛び込みが多発する電車の踏切の目の前なので、そこで霊が自分についてきてしまったのかなと言いました。社長も私も、あ、それだと色めき立ちました。なぜならその踏切は地元では幽霊が出る有名なスポットだったからです。ところが M さんは首をかしげて、それではないだろうというような仕草をしていました。的外れだったのでがっかりでしたが、
そんなこんなで時々世間話をしたり仕事の話をしたりで1時間半ぐらいが経過していました。M さんからは一向に確信に触れる話はなく、いまだ村田先生から何かを感じ取ることができないようでした。すると当時私は犬を飼っていたんですが、その愛犬のジャック・ラッセル・テリアがトコトコトコっと私たちが話しているテーブルのそばにやってきたのです。そして村田先生のそばに来たので、先生は席を立って私の愛犬を撫でて可愛がってくれました。その様子を見て私が「村田先生、ワンちゃん好きなんですか?」と聞くと「うん、そう、犬が大好きなんですよ」と思わず顔をほころばせて言いました。するとその瞬間、突然 M さんが体をまっすぐにして「わかりました」とポロッと言ったのです。それは答えが突然ひらめいたかのように見えました。そして M さんは村田先生を見て「原因はご実家にいる女性の方ですね。その女性は村田さんと血のつながった人で、とても身近な人です。その人の強い念が関係しています。そう言うと、これ以上のことは言う必要がないという感じで、ご自身でもう何のことかお分かりですよね、と村田さんに問いかけました。すると村田先生の顔が明らかに蒼白に変わり、ああ、それか、と M さんが何を言っているのかすぐ分かった様子でした。後で聞いたのですが、やはり M さんは村田先生の潜在意識になかなか霊視が拒まれてできなかったのだそうです。ところがうちの愛犬がそばに来て村田先生が犬を撫でた時、その瞬間村田先生の中の無意識の警戒が解けて、一瞬にして全てが見えてきたということでした。さて、ここからは村田先生の説明です。村田先生の実家はお寺と言いましたが、長男である村田先生はお寺を継がずに司法書士になりました。その代わりに村田先生にはお姉さんがいるのですが、そのお姉さんが婿養子を取ってお寺を継ぐ形になったそうです。ところがお姉さん夫婦にはなかなか子供ができませんでした。いろいろ手を尽くしているそうですが、子供ができないまま年数だけは経っていきました。そんな中、村田先生の夫婦に子供が生まれたそうです。お姉さんは子供ができないことでいろいろな精神的ストレスを抱えているところに、弟夫婦に子供ができたことでストレスがついに限界に来ていたのです。その上、当時村田先生の奥さんは2人目のお子さんを妊娠中でしたから、もうすぐ2人目が生まれると聞くと、さらにお姉さんの精神状態が悪くなり、妬み恨みで兄弟関係は悪くなっていたそうです。少し前、法事でお寺に久しぶりに村田先生が帰った時、お経をあげている最中に本殿の窓が誰もいないのにスーッと開いたことがあったそうです。村田先生と親族の人がそれを目撃し、ゾッとしたということでした。村田先生はなぜかそれが自分にとって不吉なものに感じました。その怪奇現象がお姉さんと関係あるかは分かりませんが、いつしか村田先生は実家に帰りづらくなり、お姉さんとの関係は悩みの種になっていたのです。あの村田先生につきまとう人影は、おそらくそのお姉さんの念が作り出したもの、生き量と言えるものだったのかもしれません。心霊現象は必ずしも亡くなった霊が引き起こすものではないので、生き量の方が厄介だと言います。ところで M さんは原因を探るだけで除霊お祓いの類はしませんので、多少アドバイスはしたようですが、村田先生がその後どうされたかは分かりません。簡単に解決するものではなさそうですが、久しぶりに先生に会うとお元気そうなので、お姉さんの生き量の影響は年月とともになくなったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。